こんにちは。自然を加工チャンネルのくにこです。このシリーズでは多摩川沿いの自然を観察しながらスケッチしていく様子をお届けします。今回は多摩川自然観察スケッチ巡りの第6回目で、河口から約55キロ地点、羽村取水堰上流側から見た多摩川をスケッチしました。7時にホテルの朝食をとりました。同じビジネスホテルなのでいつもドーミーンと比べちゃうんですけど、やっぱりね見劣りする朝食でしたね。で無理してなんかバイキング形式にするよりは、なんか美味しいおにぎりと味噌汁だけにするとか、とっておきのトーストとコーヒーだけとかね、なんかそんな感じにすればいいのになって思いながら食べてました。なんかね、特に朝からねカレースープなんて飲めないなって思いましたね。朝はそんな始まりだったんですけど、今日もとってもいい天気で気分が良かったです。8時に市役所まで歩いていき、今日もレンタルサイクルを借りました。玉川上水を、昨日と逆のコースで羽村取水堰までたどっていきました。羽村取水堰は多摩川の上流約54キロに位置し、江戸時代の承応2年1653年に多摩川上水と同時に建設されたそうです。当時江戸の人口の増加に対応するために多摩川の水を引く計画の一環として作られたそうなんですよね。通常は毎秒2立方メートルを放流して取水していますが、洪水時には堰を解体して安全を確保するそうです。この堰の構造が面白くて、なんか投げ渡し堰というそうなんですけど、川の流れと直角方向に青い鉄の板が見えると思うんですが、これにね杉丸太を立てかけて、刃のついた木の枝を束ねたソダ、むしろ砂利などを重ねて堰を作ります。で増水時にはこの青い桁をね吊り上げて堰を取り払って全部流しちゃうってことですよね。でこの技術は現在まで伝統として受け継がれているそうです。取水された水は貯水池や浄水場を経て、現在も多摩地域や東京に供給されているそうです。玉川兄弟の像の周辺にはたくさんベンチが置いてあって、絵を描いている人やサイクリング中に休憩している人などがいました。昨日もそうだったんだけど、なんとなくここでスケッチをする気にはなれずに、少し周辺を歩いてみることにしました。玉川上水取水口のすぐ、近くのところに細い橋があって、階段で奥多摩街道に出られそうだったので上がってみました。しばらく川沿いを歩いていくと小さな水門があり、川まで近づくことができたので堤防から降りてみました。枯れ木の藪の向こうを真っ白な大サギがゆっくりと歩いていきます。その向こう側でカイツブリが水面をくるくる回りながら下流へ流れていき、チャポンと水の中へ潜水しました。その様子がとっても面白かったです。中央の小さな砂礫には2羽のイカルチドリが身を低くしてじっとしています。こんな上流にいるとは思わなかったので驚きました。対岸のくるみの木の枝に2羽のトビが止まっています。しばらくして川の上空を待っていたかと思ったら、魚というかパンみたいなものを木に持ち帰って食べていました。遠くの木のてっぺんにはノスリがいます。その他にカワラヒワ、セグロセキレイ、モズのオスとメス、イソシギ、カワセミ、多分ですがホバリングしていたのでチョウゲンボウもいました。たくさんの野鳥を観察することができて嬉しかったです。なんとなくを信じて少し歩いてみてよかったなと思いました。対岸に三角屋根の特徴的な建物があったのですが、なんかそれがね郷土資料館だっていうことを知らずにね帰ってきてから知りました。次回上流域に行った時は、訪れてみたいなって思いました。最初に国用野鳥にペンとマルチ8で簡単なスケッチをしました。その後この景色がとても気に入ったので、横長の用紙にもスケッチをしました。なぜこんなに川に惹かれるのかって考えると、やはり子供の頃の記憶があるからだと思います。私の地元には長良川という川が流れていて、
子供の頃は夏に親と泳いだり釣りをしたり、学生の頃は通学で橋を渡るたびに川を見ていたし、社会人になっても堤防沿いを車で通勤したりしていました。わざわざ川に行くことはなくても、いつも川と山が近くにあったような気がします。海が好きな人は多いかと思いますが、私にとっては川の方がとても身近な感じがします。本格的な登山はしたことはないけど、山もね、やっぱり身近な感じなんですよね。買っておいたミスタードーナツを食べました。いつものエンゼルクリームとオールドファッション。ミスドではね、これしか買いません。すごくね、久しぶりに買ったんですけど、なんか全然甘くなかったんですよね。なんか5、6年ぶりぐらいに買ったんですけど、なんだろう、甘くなくなったんですかね。なんか私の舌がおかしいのかなとちょっと思いました。長田橋まで戻って、玉川緑地福生柳山公園っていうのかなで、落ち葉をスケッチしました。国用の野鳥にスーパープチでスケッチをして、ペンテルマルチ8で色をつけました。旅先でささっとスケッチするには、この組み合わせってとってもいいなって思いました。ゆっくりと腰を下ろせる場所では、水彩や色鉛筆を自分の周りに広げて描くこともできるんですけど、立ったまま描きたい時とか、ささっとね、早く描きたい時なんかは本当に便利な色鉛筆だなと思います。さて、自転車で都道165号を福生駅の方へ戻って、市役所でレンタルサイクルを返却して歩いて駅まで行きました。レンタルサイクルってとっても便利なんですけど、一番の難点はポートが満車で返却できないことがあるっていうことなんですよね。特に駅の近くは満車のことが多いです。駅から少し離れた公園とかならね、結構返却できるんですけどね。一人で一泊旅行気分を味わえた今回のスケッチ巡り、知らない場所ということでとってもワクワクしました。スケッチ以外にもね、なんか楽しいことがいろいろあるなっていう感じがしましたね。次はまた自転車で行ける場所から多摩川の自然を観察していきたいと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それではまた。